いやはい。Hey guys, it's Tina. 今日はね、何をしていくかと言いますと、楽譜を作っていこうという動画になります。結構最近またインスタのコメントで、楽譜はどうしてるんですかみたいな。どっかから拾ってくるものですか、それとも耳コピで弾いてるんですかみたいなコメントが結構最近またよく来るので、耳コピして楽譜を作って弾いてますよっていう動画を撮りたいなと思い、今から撮ります。あ、それと、おかげさまでインスタグラムフォロワー20万人いきました。ありがとうございます。あっという間に20万人って嬉しいっすね。嬉しいです。 YouTube もまあせめて2万人いけたらいいな。 TikTok もね、なんだかんだ私 TikTok 何人いるの今。なんか TikTok はさ、ただポストしてるだけだからさ、あんまり把握してないんだよね。あ、5.3 万人ですね。意外といた。嬉しい。という感じでね、頑張っていくには動画をたくさん作らないといけないですね。頑張ります。なんかさ、私のコメント欄って結構平和なのね。みんな結構優しい人が多いんだけど、たまにめちゃくちゃバズった動画とかね、必ずね、来るコメントが、お前弾いてないやろみたいな。適当に弾いてるだけだろみたいな。この人は弾いてませんみたいなのが結構来て、おもろいなって思います。はい。I just don't care. 私のプロフィールペッて飛んだらさ、もう明らかにピアニストってことがわかるわけじゃん。プロフィールなんてさ、1秒でさ、ペッて飛んでさ、確認できるわけじゃん。なのに、もうそれもせず、ただ一つのバズった動画を見て、こいつはピアノは弾けないみたいな感じで言ってくる人たちがいるんで、おもろいなと思って見てます。まあ基本的に私そういう意味わからんコメントとか、まあアンチとか、見つけたらいいねポチって押すだけ、うん、なんとなく見たよっていうアピールで、いいねって押すんだけど、そのアンチしたコメントに対して、他のフォロワーたちが代わりにこう言ってくれるの。それ見るのがちょっと楽しい。みんなフォロワーの人とか優しいよね。なんか私の代わりに、はふざけんなよみたいなこう言ってくれて、なんかあざすって感じ。私アンチとかマジで興味ないんで、はい。全然痛くも痒くもないんで、アンチした人は、ご自由にアンチしてもらって、どうぞって感じなんで、全然大丈夫です。はい。アンチ書く人って、あれじゃん？自分の人生うまくいってないんだろうなって思う。私の動画を見て、嫌なこと書いて、それで人生楽しいんだったら、はい。どうぞそれで幸せになってくださいって感じなんで。でもみんな、もうほとんどの9割はもう本当にいいことしか書いてないので、本当皆さん優しいから、ありがとうございますって感じ。本当に、みんな優しくしてくれてありがとう。ま、っていうことでね、今どのぐらい喋った？今10分ぐらい喋ってる。なので、さっさと耳コピをして、楽譜を作っていきたいと思います。で、どうしよっかな。まだ何の曲にしようかも決めてなくて。決めました。スーパードンキーコングのファンキーのテーマやります。これ。これやろう。なんかもう弾けそうだよね。なんか、できるね。あ、ただ、私なりに、なんかポリシーがありまして、なるべく、原曲に沿って弾きたいっていう思いがあって、なんかこれ今さ、大体合ってるじゃん。大体合ってるけど、それじゃ嫌なの。なんか、本当に、この和音で合ってるかしっかり楽譜に書き起こしたいみたいな。聞こえてくる和音とかリズムが本当にちゃんと合っているかっていうね、のが気になるんですよ。なので、楽譜に作っていきましょう。ということで、私アナログな人間だからね、本当はね、紙に書きたいんだけど、もう五線紙のノートブックがないので、iPad のこれに書きます。何調？アーモール。ラソラソ、ラソラソソラ。間違った。やばい、リズムが書けない。ラソラソソラ。左のリズム何？ダダダダダダ。
だろうか。きっと16音符で刻んでいるでしょう。ミミ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 ミがいるね。あ、こういうことわかった。ミミミミミミミが16音符で、ベースは4音符だ。トゥートゥあーいや。トゥートゥあーいや。トゥートゥ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 ルがベースね。それがずっと流れてる感じ。うん、あれだね。ドラムが結構メインだよね。あ、ここはダンダカ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 ってベースが。ダンダカダンダカ。ジャカダンジャ。五線紙の意味なくない？見ても五線紙の意味が全くない。ラミラ、ラミド、ラミソ。音符で書かないでも音名で書いちゃうっていう。そういうこともあるよね。やばい。あーうー。あーうーが入る。あーうー。はい。やべえ。この音は、これにはない。あー。まあ、いいか。エレクトーンだとね、いろんな音があるんだけど、このキーボードはね、限られた楽器、ちょっとした楽器しかないのよ。エレクトーンだとよかったね。まあ、しょうがない。ここまで聞いたことない。ふーって入ってるの知らんかった。れ、うん、れ、うん、うん、ふー。ふー、れ、うん、うん、ふーね。オッケー。いやはい。もうできたんじゃね？あ、簡単だったわ、これ。ラドって聞こえるよね。ベース、ラドだと思う。こういうのよ。だから例えばさ、今聞いて、パッて弾くことはできるけど、でもこの細かい部分まではさ、よーく聞かないとわかんないじゃん。ここがこだわりポイント。待って、終わったかと思ったけど終わってないじゃんね。ドラムの部分が大事じゃんね。OK、できた。完成。これはね、多重録音して弾かなきゃいけないので、今、パッと全部弾けっていうのはできないんだけど、だいたいこんな感じ。みたいな感じ。うん。まあ、出来上がりは、そのうちショートに載せるので、そちらを見てください。うん。意外と早く終わってよかったです。どのくらいかかっただろう？多分30分ぐらいでできたんかな？30分ぐらいでできたと思います。頑張りました。なんかめっちゃ雨降ってて超嫌なんだけど、もう雨降ってるとマジテンション上がんないからさ。ミニトマト。なんかね、最近気づいたことがあって、今までずっとトマトが好きだと思ってたの。いや、今もトマト好きなんだけど、今トマト食べてたし、トマト好きなんだけど、なんか大きいトマトはあんま好きじゃないっていうことに気づいた、最近。なんか大きいトマトはさ、ちょっと生臭い。A few moments later. この丸いやつと長細い、こういろんな種類のトマトをね、最近食べるのが好き。美味しいでございます。ちょっとまたみんなに見せたいものあるから、ここでオープンしてもいい？ちょっとここは開いちゃってるんだけど、これもね、大好きな生徒ちゃんからもらいました。サンリオの、今ね、もうサンリオブームなの私。昔からずっと好きなんだけど、もう今特に
またブーム来ちゃって、自分の中で。世の中的にもサンリオブームやばくない？なんかサンリオグッズやばいよね。めっちゃもう、なんか、どこのショップ行ってもサンリオとコラボみたいな。今特にキティちゃんにまたハマっちゃってて、キティ先輩って呼ばせてもらってるんですけど、はい、キティ先輩が今大好きっす。で、はい、これを開けていきます。黒みマイメロ。もう黒みとマイメロはもうさ、永遠に好きだよね。こちらが入っているようです。黒みちゃん。かわいい！待って。このカードも可愛くない？このバラ。かわいい。気持ちいい。かわいい。すごいフラッフィーなの、ここ。気持ちいい。かわいい。後ろにも羽が生えてる。いつもありがとう。似てない？似てないね。はい、叩かれるから嘘です。似てません。ちょっと、どのくらい今、サンリオブームか、見てほしい。あと、ピンクブームなのよ。ピンクめっちゃ好きで今。やばい。もうピンクに浮気しちゃってる。ほら、私といえばさ、ブルーじゃん？もうめっちゃブルー大好き。ブルー大好き人間としてやらせてもらってるんですけども、最近ピンクブーム来まして。今までもちょくちょくピンク好きっていうね、流れはあったんだけど、もう今、多分人生で一番ピンクブーム来てる。一旦これ片付けるわ。やばくない？もうキラキラで可愛い。もうピンクにとらわれてる。これね、ちょっと聞いて。携帯これなんだっけ？ iPhone 17？ 忘れた。iPhone 17なんだけどさ、17ってピンクないよね。なんかパープルしかないから、ピンクが欲しかった。そう、だからケースはピンクにした。可愛くない？キラキラ。で、中はピンクのキティ先輩でございます。で、そう、一番のお気に入りはこれなんだけど、私のパソコン紺なんですよ。それが嫌で、カバーをピンクにしました。で、これは貼った。いずれかはね、ここも、こういうピンクのこういうのも買ったんで、今これ途中までカットしたんだけど、これをカットしてここにペタって貼って、ピンクのパソコンにカスタムします。っていう感じで、最近は、ピンクの女の子、女の子じゃねえな。ピンクの女性として、はい、やらせてもろてます。まあどうせね、すぐまた水色ブームやってくると思うんで、その時は、水色に戻ったんだなと、優しい目で見てやってください。まあ、そんな感じで、はい、この動画は終了となります。という感じで、Thank you for watching my video. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to the channel, and stay tuned for the next video. Bye!